らっしゃい、どうも。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。お酒ラーメンまもなくです。浅草で一番の家系ラーメンです。気をつけて。いらっしゃい。はい、またお願いします。はい、ネギラーメン味玉ですね。おかわり。用意しますか。大盛り。はいよ。醤油うまいんですよ。あ、めっちゃ染みるんですよ。玉ねぎトッピングですね。熱いですよ。もう一度どうぞ。これお願いします。武将屋に出会ってからちょっと家系の美味しさがよくわかるようになりました。はい、ごゆっくりどうぞ。創業で言ったらどれぐらいなんですか。で、7年目で、ここが3店舗目で、これからですね。1店舗目は秋葉原ですね。で、もう1個、秋葉原に外苑っていうのがあって、それが6年目とか、そのぐらいですね。ちょうど新築物件が空いて、場所も良かった。運は良かったですね。お待たせしました。はい、どうぞ。はい、いらっしゃい。いらっしゃい、どうぞ。はい、ショーです。ありがとうございます。はい、お願いします。はいよ。さあ、じゃあこちらお好みですね。6000円玉になります。チャーシュートッピングですね。ごゆっくりどうぞ。どうぞ。それとお待たせしました。
すいません。はい、忘れ物だけないように。気をつけてください。はい。どうも、またお願いします。お好きな席へ。はい、どうぞ。はい。はい、小中で。はい、ありがとうございます。お好みございました。はい。真ん中と言ってくださいね。ダイラス失礼しますね。よろしくお願いしますね。ちょっとだけ。はい、じゃあまもなく固めで上がります。はい、お願いします。コロニックと、はい。崩れ卵。崩れ卵、ありがとうございます。さっきのラーメン上がります。大盛りラーメン。これ、生肉、からですね。ごゆっくりどうぞ。およー。2番にしてください。およー。はい、お願いします。およー。はい、お願いします。ラーシャンで固め。あとコロニックトップですね。週に1回来てます。鶏主体のスープなんですごいクリーミー、飲みやすい。あとはコロ肉がめちゃめちゃ美味しいんですよ。崩れ卵とか、ちょっと崩れただけなのに30円はすごいお得です。お得ですね。他の店ないからうん。いいですよね。崩れ卵って崩れたから30円。ああ、そうですね。仕込みの段階でちょっと割れちゃったりとか、形悪いやつも30円で提供してます。お客さんから崩れただけで30円はめちゃくちゃ安い。そうですね。やっぱある時はすぐなくなっちゃいますね。出すと。あとコロ肉も結構人気で、チャーシューをこう切る際に端っこの部分というか、ラーメンに乗せるにはちょっと形が良くないなっていう、細かく刻んで人気ですぐ出ちゃいます。7番さん、コロニック追加でコロ肉入りました。じゃあ、コロニック7番さん、入れてらっしゃってください。はい、どうぞ。ゆっくりどうぞ。はい、ください。お願いします。はい。よいしょ。させるぞ。はい、お待たせしました。はい、よろしくどうぞ。はい、気をつけて。またお願いします。ありがとうございました。はい、お願いします。はいよー。はい、お願いします。はいよー。このに固めて。ラーメンですね。はい、お待たせしました。消化だね。はいよー。
れで大丈夫ですよ。はい、5000円ですね。中型です。ください。はい、よいしょ。はいよ、片目こい。はい、お願いします。はい、どうぞ。お好み固めですね。ラーメンが。熱いです。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お忘れ物だけないように。はい。はい、どうぞ。スタンダードなラーメンが一番普通になりますね。はい、お預かりしますね。はい、お好みどうされますか。頼むぜ。はい、かしこまりました。はい、中です。はい、いらっしゃいませ。順番前後します。はい、前後します。はい、じゃあお願いします。このからね、波乗りましょうですね。はい、どうぞ。お待たせしました。これ9番。はい、ラッセイ。はい、シェーどうぞ。はい、よいしょ。はいよ。熱いですよ。はい。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、シェーどうぞ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、ください。わかりました。はい。じゃあ2名様。はい。はい、お願いします。はいよ。はい、ください。はい、お願いします。ネギチャーシュー。はいよ。半熟卵トッピングですね。はい、ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。はい、お好みこちらで。熱いです。はい、ごゆっくりどうぞ。こちら武将ラーメンお待ちしております。はい、熱いですよ。丼熱いのでお気をつけください。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、シェーどうぞ。はい、その方です。ありがとうございます。開始いきます。はい、またお願いします。はい。はいよ。
はい、どうぞ。はい、ご苦労様。気をつけてください。はいよ。さあ、玉ねぎトッピングですね。熱いですよ。もう一度どうぞ。ごゆっくりどうぞ。いつも来られるんですか？たまに行きます。会社近いんで。粘度がある系で美味しかったです。はい、お酒ラーメンまもなくです。お待たせしました。そうなんです。はい、わかりました。将来。はい、じゃあお願いします。はい、4番さん。4番さん、はいよ。ありがとうございます。お客さん。お待たせしました。熱いて置いちゃいますね。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、どうぞ。お願いします。はい。固めの味玉ラーメン、ほうれん草マスですね。浅草で一番の家系ラーメンです。ご飯に合うようにできてるんで、まあ海苔でご飯を巻いて、はい、食べていただいて、生姜とニンニク入れて味変して、はい、台東区で一番だと思います。ごちそうさまでした。大大好きです。ご飯足りなかったらおっしゃってください。おかわり。どのくらい？普通ぐらいで。普通で。はい、ごゆっくりどうぞ。神田方に行ってください。はい、お客様ビールをお待たせしました。はい、気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。はい、またお願いします。どうも。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。水餃子いただきました。あと小です。はい、じゃあ普通で上がります。はい、よいしょ。はいよ、行きます。じゃあ、上のがお好み固めの特製ネギラーメン。はい、熱いですからね。はい、ご苦労様。していただいて。はい、どうぞ。お願いします。はい、お願いします。5番です。はいよ。お待たせしました。油少なめの何ラーメンですね。いきますね。今日初めて。はい、初めてです。校外学習で東京来てて美味しそうなラーメン見つけたんで。美味しかったです。油っぽくない感じが食べやすかった。味玉やばかった。味玉エグかった。めっちゃ美味しかったです。地元にはないですね。いらっしゃい、どうも。お願いします。はい、じゃあこちらがめっちゃ辛い方ですね。はい、僕熱いですよ。最近ここ見つけてすごい美味しいな。辛いやつ食べられてました。辛いの好きなんで。辛めですか、だいぶ。まあ私はちょうどいいと思います。めっちゃ美味しいです。今日初めてです。はい。家系って結構こってりなイメージあるんですけど、ちょっとあっさりで美味しくて、家系だからちょっとなんか健康を感じましたね。美味しかったです。はい。ありがとうございます。はい。ご協力ありがとうございます。じゃあこちらメニューがありますんで。はい。お願いします。はい、横から手渡りね、暗示出してますね。熱いですよ。ごゆっくりどうぞ。はい、ネギラーメン味玉ですね。はい。並盛りでそうだ。どうぞ。ありがとうございます。
水中のタップでな。お待ちください。はい片目から上がってまいりますね。よいしょ。はい、お願いします。はい、まもなく50枚も。はいはい、お帰りください。はい、はい。どうしますか。オーリー、はいよ。足んなかったら言ってくださいね。はい。わ、はい。量どうします。くつもり。はい。おかわりお待たせしました。そんなこと言ってくださいね。はい、じゃあ2000円。はい、はい。お丁寧に。ありがとうございます。ご丁寧に。はい。はい、ありがとうございます。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとう。今使ってる麺のこの麺はパラスさんが配合したそのつけ麺用の生地。わかりました。ちょっと試してみてください。はい、麺屋さんのうちの担当の方です。ハイカローっていう、まあ、老舗有名な麺屋さんの、使っていただいてます。じゃあこれちょっと試してみます。はい、ぜひよろしくお願いします。また来ますね。何時までお店に入られてるんですか。もう基本的には仕込みから締めまで。仕込みはまあ大体9時とかそのぐらいですかね。今は11時過ぎとか、まあそのぐらい夜います。今こっちメインで入ってる。そうですね。とりあえずはこっち、まあオープンしたてなんで、まあ従業員とあとお客さんと落ち着くまではずっとハマり。今テーブルに行きますね。はい、忘れ物ないにお気をつけください。ありがとうございます。はい、いらっしゃい。これお願いします。はい、お願いします。はい、よいしょ。はいよ、僕お好みで。はい、どうぞ。よいしょ。はいよ。新ネギ。どうぞ、味噌ラーメン。辛いっすよ。中盛りのネギラーメン。ゆっくりどうぞ。はい、よいしょ。はいよ、油少なめ。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、お願いします。1番。はい。はい、お待たせしました。はい、どうも。はい、ごゆっくりどうぞ。いつも来られるんですか。あ、そうですね、割と。今日は、普通のラーメンに海苔ですね、入れて、あとコロ肉、数、限られてるんですけど、今日あったんで、はい、入れちゃいました。秋葉の方に2店舗あって、で、もともと外伝っていう方で、よく食べに行ってたんですけど、醤油うまいんですよ、めちゃくちゃ。めっちゃ染みるんですよ。で、ここも美味しいです、もちろん。他のこう一般的な家系よりかなりこだわってるかなっていうのと、多分原価も高いんじゃないかな。コスパ良い感じ。そうね。はい、頑張ってください。はい、
ありがとうございました。はい、少なめだ。おい、こんにちは。お前だ。はい、かしこまりました。はい、どうぞ。はい。2名様、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。そうですね、週2ぐらい行きますなんか頼まれるもん決まっ決まってますね。チャーシュー好きなんで、チャーシューメインで食べてます。トッピングは特にないんですけど、やっぱチャーシュー美味しいんで、チャーシュー一択。他の家系とか行かれるんですか？家系はですね、あんま行かないんですけど、武将屋に出会ってからちょっと家系の美味しさがよくわかるようになりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお先のラーメン上がります。はい、お待たせしてます。1週間に1回来るか来ないか、麺とスープのバランスが良くて好きなので、結構皆さんスープ飲みやすいみたいな。あ、そうですね、はい。お酢をちょっと入れると酢との相性がすごいいいな、さっぱり飲めます。頑張ってください。ありがとうございます。まもなくです。はい、お預かりしますね。はい。はい、お後小方です。さあ、もう出しちゃいます。どうぞ。力上がります。はい、普通のお待ちください。はい、お待ちください。よっしゃはい、お願いします。お待たせしました。固めの武将ラーメン、黒肉トッピングになります。ご飯です。はい、ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。ちょっとお待ちくださいね。はい、すいません。はい。はい、ですね。はい、いたします。あ、すみません、きれいにしていただいて。はい、すみません。すみません。どうも。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。すみません。
です。はい、かしこまりました。空いてるお席へどうぞ。おあと小方です。はい。はい。今35です。で6になりますね。松戸にある武蔵屋で最初修行をして、それが27。最初はラーメン屋じゃないです。営業職とかやってましたね。次仕事何しようかなって思った時に、せっかくなら好きなものというか、家系ラーメンがもともと好きだったので、ちょっとやってみようかなと。いつもありがとうございます。はい、お願いします。で、エンクラーメンお好み数です。どうぞ。昔からの本当の家系ラーメン美味しいですよね。ママの愛情がこもってるかな。完璧な一杯です。無料なんですよ。あ、お惣菜無料でしたね。100円で。めちゃくちゃ安いですね。チャーシューがホロホロでうまいんだ。そうですね、僕もさっき食べうまいっすよね。そう、それなんです。去年1年間100回近くにそのぐらいはラーメンやっぱ美味しいよね。あとやっぱりおかみさんの人柄じゃない。何かあったら行こうっていう風になるから。はい、お世話にます。いつもありがとうございます。いらっしゃい、こんにちは。いらっしゃい。お店は今何年目ぐらい10月で丸3年。ほぼ一人ではい、仕込みはランチタイムはもう一人アルバイトさんと。はい。そもそもなんでその家系でオープンっていうの？家系もそうですけど、ジャーム問わずにもともとラーメン好きだったんで、家系に出会ったっていう感じですかね。修行とかってどっかで？独立前にトータル10年、初めはパート3で入ったんですよ。途中から作る方もと思って、社員さんになって、それで自分でっていう。
かりなんですね。はい、お客様がご好意で安くあれしてくださって。何をやろう考えながら切ってますお惣菜を作るんですけど、お惣菜にするかチャーシュー小窓にしようか悩んでますこういうのとか無料なんですか？あ、お惣菜無料です。今来てキャベツの芯とかで作るんで。
ぞ。あとは券売機を開けて、ツイッター X かを上げて、文面考えるのは私苦手で、それに結構時間かかるんですよ。になります。赤の水チャーシューのりです。どうぞ。ありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。はい。ラーメンも美味しいけど、チャーシューうまいですよ。チャーシューが柔らかいし、ママの愛情がこもってるかなみたいな。完璧な一杯です。スープはこれは絶対なんか話せないなっていう部位があったりとか、濃いけれどもこってりすっきりすぎないようにはしたいなと思います。白ネギ。白ネギで。油多めで。油多め。はい。
白ネギどうぞ。はい。油多めですね。フラミです。どうぞ。はい。去年1年間定量化されてないところが魅力ですね。おかみさん、まあ、いい意味で目分量だからトッピングが多かったり、そういうところがいい。頑張ってください。いかがでした今日は？もういつもなんで大変美味しくて、ぜひ食べてってください。食べのチャーシュー10枚です。どうぞ。はい、バツです。お気をつけてください。ゆっくりどうぞ。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。おはようございます。100円ご飯で。ご飯そう中です。はい。チーズライスどうぞ。です。どうぞ。麺の硬さ普通で。普通で。はい。持ち帰ります。はい。はい。はい。じゃあレンどうぞ。そういうの嫌いじゃなければよかった。だからおすすめだね。湖みたいな。お好みになります。どうぞ。じゃあ。はい、先払います。
っしゃい。片面好きなの。ラーメンです。あ、そうなんですか。柔らかめの濃いめの多めの。いつも来られるんですか？割とそうですね、資金3回、4回ぐらいは。いや、美味しい、すごく美味しいので。で、お母さんもすごく相性がいいので。なんかおすすめの必ずライスを一緒に頼んで、漬物とお惣菜もすごく美味しいので、はい、それで食べさせてもらってます。チャーシューがホロホロでうまいんだ。そうですね、僕もさっき食べうまいっすよね。そう、それなんです。ありがとうございます。結構皆さんチャーシュー美味しいみたいな。あ、本当ですか。こだわってるのは、煮る時間もそれが2時間とかが多いんですけど、何時間ぐらいうちは。なのでスープで煮て、しっとり感。何やから3つです。どうぞ。好きな席どうぞ。こんにちは。結構来られるんですか？もう100回近くにそのぐらいは。前の修行してたところのそこから知ってる。もうそれ以来ほとんどこうなってるから。今日味噌。限定というか、家系の味噌あんまりないですもんね。そうそう。おっと思って以来。一時期ずっと味噌だった時あったよ。今までなんかあんまりないような感じだね。ラーメンやっぱ美味しいよ。あとやっぱりおかみさんの人柄じゃない？なんかあったら行こうっていう風になるから。おすみまーす。すいません、いつもありがとうございます。はーい、お願いします。これいつものあれじゃないんですね。制服は。やってるんですよ。あー、私スーツ。あ、一瞬あれと思っちゃいました。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。ラーメン熱いんですけど。ゆっくりどうぞ。お
ありがとうございます。またお待ちしてます。はい、いってらっしゃい。いらっしゃい。お願いします。した。ゆっくりどうぞ。失礼します。いいですね。チビだ。はい、いらっしゃい、こんにちは。いらっしゃい。いらっしゃい、こんにちは。すみません、ラーメン中盛りすいません。こちら失礼します。どうぞ。どうぞ。一生もになります。はい、お邪魔します。お好みどうします？お好み多め。はい。すいまーす。それいります。じゃあラーメンお待たせしました。小粋ね多めですね。ゆっくりどうぞ。お待たせしました。どうぞ。ゆっくりどうぞ。はい、ゆっくりどうぞ。買ってきた。ありがとうございます。すいまーす。ありがとうございます。はい、お邪魔します。横浜の育ちなんで家系ラーメンの味見あるんですよ。まあここ昔からの本当の家系ラーメンが美味しいですよね。麺がちょっと違うんですけどスープは六角屋とかに近いかな。はい、移ります。ラーメンプリン。どうぞ、お待ちしました。週1ぐらい柔らかめが美味しいです。僕はずっと固めで食べてたんですけど、おかみさんのおすすめだっていう一回食べてみたらそれ以降はずっと柔らかめで。はい、こんにちは。いらっしゃい。少ししてある。食べたかったら言ってください。はい、どうぞ。やってくださいね。厚さは大丈夫ですか？有料化する前は50円だったんです。有料にしてから100円で。めちゃくちゃ安いですね。
玉丼とかの方は普通のライスと一緒で、100円で普通のご飯はおかわりもそのまま無料みたいな。ラーメンお好み数です。どうぞ。こちらが玉丼ですね。ゆきどうぞ。全部摘やすく戻せる。じゃあ、いらっしゃい。お願いします。7時から毎日。はい、しかもね、閉店19時なんで、早くても、ここ出るのが9時ぐらいとか。まあ、中締め打ちしてないんで、ぶっ通しです。ぶっ通しです。息子が初めて去ってくれてたんですけども、去年まで。息子さんも、まあ離れて。離れて違う仕事をやってますね。どうしても多くて大変そうでした。力仕事ですよ、もう。閉店後も寸断でかいの洗ったりとか。ラーメン屋さん、力仕事、かな。はい、ありがとうございます。はーい、おさります。いつもありがとうございます。はーい、またお願いします。ありがとうございます。ごちそうさまです。会費が安いんですか？やっぱサッカーとかそういったクラブチームが多い時で4日、少ない時でも3日は来てますよ。ずっと今週は来てます。4時と7時と今の時間。今の時間は昔やってなかったから、そうですよね。うん、寂しかったんですけど、これはあれです。ごぼうです。僕はごぼうかかき揚げか無地な。でも品数も多いんで、食べ続けると美味しいですよね。でも基本的には人柄かな。
スもあるし、軽いやつもあるし、細の入ったそのやつもあるんでね。やっぱり挨拶は。ありがとうございます。子供たちから行きたいっていうのが感じられるとちょっと薄いですね。だから自分が入った時のような感じで入ってきてる子たちはいないのかな、ないのかなっていう。半年前ぐらい。もともとは何をされてたんですか？もともとは寿司の板前をやってました。普通になるんですか？今53ですね。はい。板前いくつか？いらっしゃいませ。15になってすぐ。どういう経緯でこちらに？なんかこういうの面白いなと思って立ち食いそばが、はい、それでオーナーさんに声をかけて、それで、はい、やらせてもらうことになりました。やっぱりドライバーさんが多いですよね。いらっしゃいませ。はい、580円になります。一応時間3時までって書いて、2時ぐらいまでに入っていただければ、朝5時からオープンするのにやっぱり間に合わないんで、朝の仕込みが、だからやっぱ2時ちょい過ぎにはもう閉めて朝の準備を、します。はい、お待ちどおさまです。
様です。ありがとうございます。これ何を頼んだんですか？これはね、鶏そばにほうれん草を入れてもらったトッピング。どうですか、夜までやってるっていうのは。じゃあいいっすよ。この時間にそばが食えるっていうのは、夜おそば食えるとかってあんまないから。はい、お待ちどうさまです。はい、ありがとうございます。はい、お待ちどうさまです。はい、ありがとうございます。その深夜限定のもので、もともと板前やってたっていうこともあって、紹介してほしいんですけど、はい、マグロのブツを結構いい本マグロのブツを出しております。ありがとうございます。お子さんが多い。だから入門したお待ちどうさまです。春菊は付け合わせなんですけど、マグロのちょっと脂強いんで口直しに少し生で食べる春菊すごい体にいいので、はい、召し上がってください。お寿司屋さんとかでも出すマグロなので、この値段ではあんま他では食べれないと思うんで、はい、マグロでいうとどの部分になるんですか？中トロですね。中トロ、はい。お仕事帰りとか？全然もう仕事終わって家帰ってちょっと子供の世話した後にちょっと子供寝かしつけた後にちょっと来て。そうです。やっぱりこういう時間帯に立ち食いってなかなかないですもんね。でもいいっすね、こんな近くにないとね。いや、ブツもね、前頼んだら2回目。いや、美味しいっすよ。なんか生春菊とかがこう添えてあって。どうですか？まあうまいっすね、やっぱね。生春菊なんですね。うまい。どれぐらい板前されてたんですか？板前は37年ぐらいやってましたね。どうですか、その立ち食いそば？面白いです。やってて面白いですね、本当に。なんか全然やっぱ寿司屋とは違いますけど、はい、やっぱ料理面白い。
いらっしゃいませ。はい、お待ちどうさまです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。正からお伝えいたします。こちらでのお願いします。はい、お待ちどうさまです。
はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いらっしゃいませ。そば、味噌天そば。はい、ありがとうございます。580円。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待ちどうさまです。そばの大盛りの、はい。ゲソの弁償はい。お待ちどうさまです。現場がそこなんで。ああ、そうですか。はい。夜もやってるから、はい。ここ来ようっつって。ああ、なるほど。はい。
さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞお待ちどうさまです。はい、電話で借りて。これを紅生姜と鶏ありがとうございます。はい。誰やってるんですか。いや、やっぱ宮川さん。はい、お待ちどうさまです。はい、すみません。1000円お預かりします。500円お返しです。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。お待ちどうさまです。はい、ありがとう。ありがとうございます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 。お待ちどうさまです。
りがとうございます。あ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 りがとうございます。お待ちどおさまです。レモンサワー入りました。はーい。レモンサワー。お客さんでもあれなんか前肉そばだったけど鶏そばって何って言ってた。そうですね、まあ一番の理由は肉そばが原価率が高すぎちゃって。ああそうですか。原価率が高い商品は今のご時世なんですけど、この原価高の中に置いとくと、それがあることによって、他の商品も例えば値上げしなきゃいけなくなっちゃったりとか、例えば肉そばが出るのはいいんですけども、それが出るとまあ他で儲けを得なきゃいけないし、全体を値上げするかとか、いろんな形になるので、ちょっと肉そばはちょっと割が悪すぎちゃうんですよね。それで鶏になったんですね。そうで、まあそれで鶏が安いからってわけじゃないんですけども、もちろんその鶏そばもちょっと他のとこみたいにいろいろ研究したりとかして、まあ鶏そばプラスそのタヌキと一緒になってる非常に鶏が美味しく感じたんで。いや美味しかったです。僕も食べたんですけど。この鶏はですねただ鶏肉をだけじゃなくて、一回鶏肉は生ビールに漬け込むんですよ。ビールに漬け込むんですね。ビールに漬け込むと鶏が柔らかくなるので、それを1時間以上漬け込んで、その後にうちの、特製のつゆで煮てるような形になってますね。ちょっと今まで原価はその鶏の方が豚より安いんですけども、その分ちょっと手間かけて、それでも一つ利益の出る商品が出れば他も値上げしなくて済むという一番の理由です。いやでも美味しかったです。ありがとうございます。なんか柚子も効いてて。そうですね。で肉そばをそのまま続けてでもよかったんですけど、じゃあ肉そばあとじゃあプラス200円ぐらいいただいてやってもちょっとそこはうちのこの価格帯と少しずれてきちゃうというか、そんな高い商品あるのみたいな感じになっちゃうんで、これ国産の高知県産の柚子なんですけど、柚子が入ってるそばってなんですか、ちょっと好み分かれるんですけど、好きな人すごい好きなんで、うちの濃いとつゆとこの柚子があっさりしてて合うなって感じで。
ありがとうございます。あ、もう大丈夫です。はい、すみません。ご苦労様です。すみません。宮川さんは5時までですか。6時まで。あ、6時まで。はい。あ、違います。今日は1時まで。今日はお昼1時まで。あ、そうですか。はい。はい。任せます。あ、はい。お願いします。お願いします。ご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。5時です。おはようございます。おはようございます。どうぞいらっしゃいませ。
春菊と生卵。2週間ぐらい前から食いたいと思ってたんだけど、いやうまいっすよ。もりもりにで上にチャーシュー乗ってて、あれが最高に美味しいと思います。食べに来たこともあって美味しかったんで、来年試食します。お願いします。チャーハンのお店なんで、肉卵チャーハン、やっぱりそれ目的で来る人多いから。これはラーメン用とかもやしそば用。チャーシューはね、使い分けてるんですよ、一応は。これがバラで、チャーシュー、チャーハンで。今日のバラはいいっすね。いい脂が乗ってる。やっぱね、個体によってまた違いますからね。
店自体は何年目？もう丸10年。中華歴20年。丸20年。11年目で、あれか、店開いたんで、ほんと丸20年。だから節目の年なんですよね、こっちは。その下のマルークさんって、そこに憧れて、その大将の鍋振りがかっこよくて。で、それを小学校の時に宣言しちゃったら、そのまま、親もなんか、お前は中華屋さんになれみたいななっちゃって、まあでもね、そのまま、じゃあ、やっぱりやろうか、みたいな。もともとね、人になんか喜ばすのが好きな性分なんで、まあ向いてたのかな、ね、転職なのかな、思ってね。修行はタンメン発祥のお店って言われてる一品粉で4年やった後上岡のミラクっていうところで、そこがまあ原型、僕のその味のね、修行やっぱ結構きつかった。いや、もう二度とやりたくないです。マジで18から高校卒業してすぐやって、まあ厳しかったりしてね、そういう食中毒とかになったら怖いね、職業それで終わっちゃうからね。でもまあね、その修行があって今があるから、こんだけこうやってね、いろいろな人に知ってもらうことができたの、その大将のおかげですよね。戻りたくはないけど、やってよかったなって思える修行時代だったかなと。鍋振りはね、めちゃくちゃ疲れる。どうぞ。この子たちはもうでもやることめちゃくちゃ多いですよ。洗い物やって餃子やって、もう揚げ物もやらせるし、ほんでレジ打たして、もうやることはだからすごい。前はそこで出前やってたんですけど、こう来店客数が増えたから、これ出前入ったらかなりきついかなっていう感じ。また来年この子うちで就職してくれるっていうから、一生懸命な、またやってんだよな。やってます。来年就職されるんですか？来年就職します。高卒で頑張ります。中華屋さんになる？なりたいですね。働くそのきっかけというか、食べに来たこともあって美味しかったんで、その時は肉卵チャーハンと半ラーメンとか食べました。いや、応援してます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。
好き次第それ唐揚げこんなでかいのミラクは駅前でもう本当にザ町中華のお店だったから、まあ横浜だったらサンマーメンとかタンメンとか、まあそういうのしかなかったんだけど、こんなところでやるからには違うメニューをと思って、そのもやしそばとか肉卵チャーハンちゃんとお客さん来てくんないかな。そしたら YouTube さんから始まり、テレビも結構出させてもらってありがたい話ですよね。そのボール洗ったらさ、そのまま小松菜の車で行きます。半年だけ手伝ってあげるよって言ったら早10年やらされてます。全然卒業させてくれない。はい、すぐ唐揚げ取り掛かってですぐレバー行かないとやばいよ。あれごめんさいちゃん全部やって。これ全部あんちゃん米がそうだからあれゴロベさんあんまりそれで一回ちょっと様子見ながらやりなよ。感じになっちゃう。待って。あと5回だけでいいや。
ンラーメン。はい、2つ。焼きそばお味は醤油で。はい、ありがとうございます。サンマリャンともやしの醤油。失礼します。もやしそばの醤油を持ってきて、こちらに入れます。失礼します。大盛りしてない。ちょっと想定外。いや、忙しいから。乾杯入れたんですけど、もうちょっと。はい。失礼します。サンマーメンお持ちしました。失礼します。サンマーメンになります。もやしそばを辛味噌入れてください。で、チャーハンで。はい。マサラそれタッパー。前からごめんなさい。チャーハンです。
れて。ここはね、2回目。2週間ぐらい前から食いたいと思ってたんだけど、貸し切りで前日に電話してくるようになりました。いや、うまいっすよ。うん、バランスもいいし、チャーハンが美味しい。極みもそばもやっぱり美味しいですよね。うん。量も結構。そうですね、あれでちょうどいいぐらいかな。もっとチャレンジメニューみたいのもあるから行ってみたいなと思うんですけど。70円お返しです。ありがとうございます。美味しかったです。もう量はボリューミーだね。腹減らしてチャーハンも一緒に食べたいですね。またぜひ寄らせていただきましょう。ごちそうさまでした。はい、わかりました。あ、そうなの？意外とな。これ持ってって。失礼します。どっち来るかわかんないけど。
卵チャーハンお持ちします。ごちそうさまでした。今日は新商品の、肉卵ガーリックライスをいただきました。いつもは肉卵チャーハンを食べるかもやし極みそばなんですが、今日の新商品が出たので食べに来ました。そして記念すべき30回目の来店でポイントが貯まったのでポイントも使わせていただきました。いつもありがとうございます。めちゃくちゃ常連さんという。いや、そうではないですけどね、ここ2年ぐらい通わせていただいておりますので。一番のおすすめといったらやっぱりその僅差で極みもやしそばですかね。もりもりにで上にチャーシュー乗ってて、あれが最高に美味しいと思います。量は多いですけど美味しいです。2位で肉卵チャーハンですね3位に来るぐらい肉卵ガーリックライスも美味しかったです。子供たちカレーライスはいと、はい、カレーとチャーハンネギネギで、はいと、はい。失礼します。カレーになります。はい。おはようございます。うわ、すげえ。よかった大盛りにしなくて。こっちが普通のチャーハンね。左側こっちが普通のチャーハン。あとはなんか和食の卵チャーハン。
若さだ。大盛りです。失礼します。人数入んねえかな。もやしそば極みの醤油と半チャーハンのセットで。はいよ、これもやしの。きれいに彩りをつける。柔らか焼きそば大吉の定食です。卵中華。はい。ありがとうございます。お願いします。はい、こんにちは。塩バターラーメン。はい、塩バターラーメン。こんにちは。はい、エビ塩ワンタン、エビ塩ワンタン、はい。はい。見てるよ、ほら見てるよ。おみチャーハンです。は
じゃあちょっと前車あとバターが2つ海苔塩バターラーメンです。これさやちゃんはあれだ、水入れてでソーサいる？白ワンタンでごめんなさい、お待たせしました。ごめんなさい、前から行きますいただきますちょうだい片焼きそばです。ちょっとホルモン失礼します。片焼きそばです。すいません。失礼します。骨もうだガラもパンパン入ったガラもパンパン失礼します。あんかけチャーハンです。ちょっとすみません。失礼します。失礼します。辛味噌タンメンです。
ラー油かけてないので、もし辛さ足りなかったらラー油使ってください。スーパーダイニング辰巳です。はい、お待ちしてます。1350円お返しです。ありがとうございます。お兄ちゃんこれ食べる？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。合わせて3170円です。1030円お返しです。すみません、セットの半ラーメンです。何ですか？はい、ください。鉄板で出てきます。いいですか？そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。オムチャーハンです。失礼します。あるじゃないですか。タンカレーがあるの。半餃子です。半カレーです。お皿入れ大丈夫ですか？はい。すみません、ごめんなさい。すみません。ありがとうございます。ごめんなさい、お待たせしちゃって、どうぞ。お待たせ。お待たせしました。中華丼。山崎八方青菜。青菜ガーリックからすみません。ホワイトソースください。はい。綺麗ってこと？
や、そっちでさっきやってくれなかった？あ、そうか、俺がもうあれか。海鮮もやって6番すいません、6番セット半チャーハンです。あんぶらはい。それだったら返してね。あとトマトも。卵の大盛りです。はい。はい、肉チャーハンです。はい。失礼します。左側かな。ない？なっていいよ。大盛りね。中華丼の大盛りです。お待たせしました。お願いします。こっち俺が今度何杯やるの？キグがあれか。味噌タンメンお待たせしました。ごめんなさいね。すいません。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、どうぞ。いやもう常連です。はい、もう地元なんでここ。はい。なんかおすすめのお肉は？おすすめはもう味噌タンメンと手羽先ですね。はい。もうこれは絶対もう食べてください絶対。はい。よっしゃ。ここでね焼くんですよ。これがポイントなんですよ。これがもうキンキンになるんで。すごい煙になるんで。
たせしました。どういうコンセプトで作られたんですか？ホルモン系をやってみたいなっていうのあって、で鉄板だとやっぱすごいうまそうだなってやってみようと思って、あの状態で持ってくると確かにそうなんだってなるから、食ってしまえばもう皆さんねうまいって思ってくれるだろうから、食ってくれるまでのそこまでがね。お店の YouTube とかでもはい、お店の YouTube チャンネルも今頑張ってショートしかまだやってないので、今後、やっていけたらなと。でインスタを主に頑張ってますので、インスタもフォローお願いします概要欄によろしくお願いします。